んにちは、JP コンサルタントです。今日はサイオニクス社のオーロラビデオカメラの設定の仕方について動画を作ってみました。オーロラビデオカメラは人生最大の山場を撮影するためのカメラだと思っています。私たちは結婚式でも、プロポーズする時でも雰囲気を盛り上げるために暗いような雰囲気の場所を選んだりとか時間を選びます。またお祭りも夜やりますよね。やっぱしああいうちょっと暗めでライトがうまく使われている雰囲気というのはとても素晴らしい環境です。そういった人生の山場を撮影するときに普通のカメラやなんかを持ってってうまく撮れなかったりとか撮ってみたはいいんだけど暗くなってたりとかなんか変な暗い影になったりとかしてたらばもうがっかりですよね。私はそういう風な失敗ばっかりやってきたような気がします。で、1919年の10月にどうしても我慢できなくなってオーロラを買ってしまいました。人生最大の山場を撮影するという素晴らしいカメラではありますが、とは言っても欠点がないわけではありません。その欠点をした上でうまく付き合っていっていただければと思います。まずメディアの容量ですが 32GB までしか対応してません。したがって32GB 以上のメディアばっかりしか持ってなかったらば 32GB 以下のメディアを買い直ししてください。そしてバッテリーですがホームページには2時間って書いてあるんですけども、しかし実際には私買ってからまだ1年経ってないんですけれども、いつでもバッテリーが上がりっぱなしでいくら充電しても満充電になった記憶がありません。つまりすぐにバッテリーが切れてしまいます。外付けでモバイルバッテリーを使うのが必須だと思います。で、録画時間29分です。録画時間29分なので、これバッテリー容量よりも小さい時間だということは、つまりボタンを押したらば29分以内に、29分でその録画を自動的に終了するっていう処理が入ってると思うんですね。したがって29分よりも前に長い映像を残したいときには一遍切ってもう一回撮り直しっていうか再度録画し直すっていう風な手順が必要になると思います。29分で録画切れててその後撮れてない、何も撮れてないよなんてことがあったらばもう困っちゃいますもんね。人生最大の山場ですし。で、あとこれはオーロラシリーズを買うということは暗闇で薄暗いところで撮影するということなんですけども、普通の日中の撮影は問題ないんですけども、また夕方の撮影も問題ないんですけども、本当に真っ暗闇っていうか暗いところでの撮影になると携帯電話だとかタブレットであらかじめ適切な設定にしておく必要があると思います。設定用のアプリは普通にダウンロードできます。携帯電話タブレットを人生最大の山場の時にはちゃんと、使って設定を細かくやってみるということが大事ということを忘れないでください。ではオーロラの説明をします。これはサイオニクス社のホームページなんですけども、サイオニクス社のホームページに行きますと、こういう風な映像があります。右が、オーロラ、左が GoPro になっています。わかりますでしょうか。まず夜空に着目すると GoPro では月ぐらいしか映ってません。しかしオーロラでは星明かりも映っています。一番目立つのは船ですよね。船全く GoPro では映ってないんですけども、オーロラではくっきり映ってます。あと嬉しいのが、湖だとか海の夜景を撮ってる時に嬉しいのが、この光が
光がガーッと流れている。これがGoPro では映ってないんですけども、オーロラではしっかり映るという形になっています。iPhone なんかと比べると GoPro よりも iPhone の方がはるかに夜景に強いんですけれども、オーロラと比べちゃうとちょっと iPhone もちょっと負けてるかなという感じですかね。それでは、オーロラの設定を簡単にするためには、どうしてもアプリケーションがないと大変です。使い物にならないという私は思います。したがって、まず携帯電話またはタブレットに、サイオニクスオーロラっていうアプリをインストールしましょう。これは普通に Google プレイだとかApple ストアで検索かければすぐに見つかってインストールすることができます。で、インストールが終わったらば、オーロラのスイッチのポジションをこの設定 Wi-Fi とか設定のところに切り替えてください。そうするとこんな感じの表示が出ます。次に、オーロラのカメラの上にあるこのセットというスイッチとその周りにあるというスイッチとその周りにある4つのボタンを使って操作を行います。Wi-Fi を選んで Wi-Fi のところのスイッチところの Wi-Fi オンの位置に移動してセットボタンを押してください。そうするとこのような表示が出ます。で、ここで出ている ID と E をメモしてください。これは携帯電話またはタブレットの Wi-Fi の設定に使用します。ID はネットワーク ID です。で、キーと言っているのはパスワードです。この2つはちゃんとメモしてください。で、あと、Bluetooth をオンにしておいてください。さて、次に、ソフトウェアのインストールしたアプリケーション、携帯電話、タブレットで起動します。これは私の携帯の画面ですが、それを使っていきましょう。最初、私の携帯電話は私の家のルーターにつながってます。で、私のやつはもうすでに、登録が終わっているので、オーロラの方を、オーロラを探します。で、オーロラを探して、オーロラが見つかったらば、Wi-Fi を、自分の家のルーターからオーロラに変更します。ちょっとオーロラの立ち上げるのに時間かかっているので、まだオーロラの表示が出ていません。
はい、オーロラの表示が見つかったので、サイオニックスのオーロラを、選択しました。で、アプリの方を立ち上げると、こんな感じの、すいません、アプリを立ち上げ直します。アプリを立ち上げると、こんな感じの表示が出ます。はい、オーロラが見つかりました。オーロラ選ぶと、接続するんですが、ファームウェアのアップデートっていうのが出ます。この表示が出たときには、アップデートするを選んでください。私が買ったときには、英語表示しかできなかったんですけども、このファームウェアのアップデートをしたらば、日本語の表示も出るようになりました。で、ファームウェアアップデートしたらば、切れちゃいましたね。まあ、リセットかかってるから当たり前ですが、で、私の携帯電話自身は、この時点で自分の家のルーターに接続が勝手に変更されます。まあ、皆さんの設定も同じですよね、きっと。したがってもう一回オーロラにつなぎ直す必要があります。はい、Wi-Fi を選んで検索をかけると、はい、サイオニックスオーロラが見つかりました。で、再接続をできたので、もう一回アプリに戻ります。はい、オーロラ見つかりました。で、つなぐと、このように前に録画した映像が出てきます。ここは無視して右下のところにあるライブというものを選びます。このライブというところを選ぶと、カメラの設定をいろいろ変更できるようになります。今、設定をカーソルが見つかんね。月のマークが出てますが、これがナイトビューの時に出てきます。押すと緑になったりとかグレーになったりとか、まあ、カラーを選んだりとかっていうことができます。で、カメラモードになっているので、カメラの方の設定、絞りっていうか録音時間の設定を変えてみましょう。私は夜間撮影というか夜空の撮影をよくするので、1.5 秒で長い時間カメラを開放する、光を 1.5 秒間取り込むという設定に変更しました。またビデオの設定に切り替えてみます。ビデオの設定の時もなんちゃら FPS とかって表示がありますけども、今 30fps になってますよね。これを通常ちっちゃいやつに変えると長い時間光を取り込むので、夜間撮影とか夜の撮影に適したものになると思います。で、カメラの時と同じで、月のマークを変えると色が変わりましたね。で、今 FPS を変更しようとしてます。で、30から 7.5fps に変更をしました。一応このようなダイナミックな変更というのはカメラ自身でいろいろ操作していくのは、まあ、できないと思ってください。できるのかもしれないですけども、すごい大変だと思います。私はこのアプリケーションを手に入れるまでは使うまでは結構困りました。
以上で、オーロラの設定の動画を終わります。動画のご視聴ありがとうございました。また動画を作る機会がありましたらばご視聴いただけると嬉しいです。それではまた失礼いたします。